大ニュースです。とんでもない秘密を発見しました。6月解散、8月給付開始もということで、特別定額給付金10万円の2回目、給付金の最新情報についてお話したいと思います。岸田首相と議員との国会のやり取りで、また新たなストーリー、新たな発見がありましたので、お話をさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、給付金に関する情報が出たらすぐに知りたいと、あるいは情報が出たらすぐに申請をしたい、できるだけ早く給付されたい、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。また給付金に関する新しい情報が出ましたら動画ですぐにお話しさせていただきますので、すぐにそういう情報が出たら知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。早速いきたいと思います。まず特別定額給付金って何ということなんですけれども、これはコロナ禍にあった1人10万円を給付します。全国民1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、今非常に国民の生活が苦しいといったような実感がありますと。なのでその2回目をやってくださいというふうな声がたくさん上がっているといったようなことについてです。で、もちろんこの特別定額給付金の2回目があるかないかっていうのは当然分かってないんですけれども、ただその可能性ということについて検討してみましたと。で、その岸田首相の発言によってその可能性が高まってきたんではないかというふうなことが考えられますというところですね。まずこの特別定額給付金ってそもそも国民の声で給付が決定したというふうな経緯があります。もともと1世帯30万円給付するという案で閣議決定したんですけれども、こういった国民の声ですとか、あるいは公明党がそういった国民の声を汲み取って、自民党に対して1人10万円やりましょうよというふうな声を上げたりとか、あるいは自民党の中でも自民党の若手からですね、そういった声もあって、じゃあということでこの30万円というのを組み替えてですね、一度閣議決定したこの1世帯30万円というのを組み替えて1人10万円で決定しましたというふうな経緯がありますと。じゃあ今回もまた同じようにこういった国民の声を受けて1人10万円給付というのを自民党がやっていくかというふうにも予想されるんですけども、実は自民党であるとか公明党というのはこの1人10万円給付ということは一言も言ってませんと。さらにはこの岸田首相は質問をされて、この1人10万円給付というものに関してはコロナ禍のような国難の時でないとやりませんというふうに断言してますということですね。国民の実感としてはコロナ禍よりも苦しいというものがあるんですけれども、岸田首相はやると言ってないという状況です。さあ、10万円給付を政策にしている党っていうのはどっかないのかなということで探してみると、国民民主党ですとかれいわ新選組というのは10万円給付というのをぜひやりましょうということで政策にしていますと。国民民主党はインフレ手当として1人10万円給付、あるいはれいわ新選組に関しては春夏秋冬四半期ごとに1回、1年で4回ですね、10万円を給付すると、その財源もありますということで言っていますというところですね。ただし野党というところですね。先ほど言ったように自民党であるとか、あるいは公明党で検討されて10万円給付というふうになったと、つまり与党の中で検討されたといったようなものに対してこの10万円給付というものを謳っている党は野党であるというところですね。じゃあ実現はしないんではないかなというふうにも思われるんですけれども、大逆転のシナリオというものも逆に浮かんできますというところですね。先ほど言ったように国民の声としてはコロナ禍よりも非常に生活が苦しいといったような状況にありますと。生活費の負担がめちゃくちゃ苦しいと。物価が上がっているのに給料は上がっていないっていうふうな状況なので、それはもう国民生活の下支えが必要な本当に苦しい状況になっているということが言えると思います。コロナ禍でないと、コロナ禍のような国難でないと、10万円給付やりませんというふうに岸田首相が言っていると先ほどお話しましたが、実感としてはコロナ禍よりも苦しいと。飲食業、あるいは旅行業、あるいは交通に関する仕事の方は当然外出制限ありましたので苦しかったと思います。ただ国民の大半
を占める一般的な仕事に就いている人はコロナ禍よりも苦しいといったような実感があります。先ほど言ったように物価が上がっていて給料は上がっていないという現状があるからです。いやいや給料上がってますよという声も聞かれます。それは新聞とかで大企業に限ってですね、ベア 5% とかいわゆる今年1年で全員が総じて 5% 給料アップしました。それはもうあくまで大企業に限ったことで、我々一般的な国民の勤める中小企業はほとんど給料が上がってないといったような現実がありますと。物価が上がり給料が上がらないので非常に苦しいという状況があります。それを受けてとんでもない低支持率になっていると。岸田首相は何やってるんだということで国民は全く支持していないといったような状況になります。ただ岸田首相はこういった国民の声があったとしても、自分たちが政策を上げていかないと当然そういった10万円給付というふうなことにはならないので、実現しないのかというふうにも思えるんですが、岸田首相にはこの我々の声を無視できないといったようなことがあります。それはなぜかということですね。実は岸田首相がそのまま主張で居続けるためには衆議院の解散が必要といったような背景があります。どういうことか。今年の9月には自民党総裁選が行われます。そして衆議院の任期っていうのは来年の10月までです。つまり今年の9月の自民党総裁選で決めたその自民党のその総裁をこの衆議院の選挙でも自民党の顔として立てていって、そして選挙に挑むということなので、このめちゃくちゃ低いとんでもない低支持率の岸田首相を自民党の総裁として再選させたのでは、その後に来るであろう衆議院選挙で自民党の顔として岸田首相を立てて選挙に挑むということで、もしかしたら支持率下がる、自分の選挙区のですね、票が落ちてしまうということもみんな想像すると思うんですね。自民党の議員は想像するであろうということなので、おそらくこの9月の自民党総裁選で岸田首相を再選させる、まずありえないでしょうということですね。なのでこの岸田首相としては、この首相で居続けるためにはこの自民党総裁選が行われるまでに衆議院の解散をして、衆議院で議席は減らすかもしれませんが、過半数を確保して、過半数確保するということは政権与党でいられるということなので、与党でいられると、つまり国民の支持を得ましたよということで、自民党の総裁として再選をするというふうなシナリオを目論んでますというところですね。さあ、岸田首相は解散が必要ということがあります。ただ解散をすればいいということではなくて、解散をして選挙で自民党が過半数以上の議席を確保していくという必要があるために、先ほど言ったようにこの国民の声を無視できないと。当然その自民党の議員が議席を確保するかどうかっていうのは国民の一票にかかっているので、この国民の声を無視できないというふうな現状があります。岸田首相としてはそういった国民の支持を少しでも上げた状態で解散をするということが必要になってきます。さあ、岸田首相は今タイミングを狙っているはずです。どのタイミングを狙うか。今回今低支持率の元になっているこの政策の失敗もそうなんですけれども、それに加えて裏金問題というところがあります。政治と金の問題、その裏金問題に対応した政治資金規正法の改正っていうのをやりますよということで明言しています。それをこの今国会、通常国会、6月までの通常国会の間で政治資金規正法の改正を行うというふうに言っています。そしてこの6月から減税もスタートします。昨年末に決めた経済対策案で、可決されたこの減税というものが6月にスタートするので、この通常国会の中で政治資金規正法の改正を行い、裏金対策してますよ、そして6月に減税スタート、減税も始まりましたよということで、多少なりとも国民の支持を上げて、そこで解散をするというシナリオを目論んでいるんではないかなというふうに思いますと。さあ、実際に衆議院解散はいつあるのかというところですね。この中である議員とのやり取りで新たな秘密、とんでもない秘密を発見しました。昨日
動画にさせていただいた、れいわ新選組の山本代表との、参議院の予算委員会の中での、質疑応答の中で岸田首相との、山本代表との質疑応答の中で、いつ辞めるんですかという話がありました。いや、今は考えていませんと。いやいや、いつ解散するんですかと。国民の信に問う必要がありますよと。今は考えてないと。いつ解散するんですかと。もう一回聞いてる。今は考えていないというふうな応答をされていましたと。さらに、それに加えて、立憲民主党の辻元議員が、いやいや、総理と4月、もしかして一か八かの裏金解散考えてるんじゃないんですかという話がありましたと。全く考えていませんと。この一つ一つを取ると、この解散考えていないんだなということにとどまるんですが、この2つの話を合わせて聞くことで新たな秘密、とんでもない秘密っていうのを発見しました。まず山本代表の質問によって浮かんでくるのは、今は考えていないということです。つまり解散は今はしませんよということで、解散する可能性について含んでいますと。立憲民主党の辻元議員の質問からは、4月の解散考えてんじゃないですか総理。4月の解散については全く考えてないということです。なるほどと。この話とこの話を合わせて読み取ると、じゃあ6月解散なんじゃないかということが浮かんできますと。さあ、岸田内閣最新の支持率です。JNN、TBS 系の世論調査によると、支持率 22%、支持率 74% ということで、過去最低を更新しているという形ですね。1月、2月、3月と各社世論調査出てきましたが、もういずれも過去最低をどんどん更新しているという状況なので、いや、実はこんな解散なんて目論んでいなくて、もう実は諦めたんじゃないかなということも普通であれば想像できますと。岸田首相は諦めていませんと。この9月のこの自民党総裁選をもってして退陣するんではないか。いやいやいや、解散で勝負をしてくるんじゃないかというふうなことが思われます。そもそもこの衆議院っていうのは、任期満了まで迎えるっていうことはほとんどありません。もう戦後、国会の歴史の中で、唯一ですね、その任期を迎えて、新たにまた選挙をしたということはあるんですけれども、この解散はもうほとんどの場合、もうその一例を除いて、解散がされているという状況です。どこかで解散はしますと。で、それはこの自民党総裁が新しくなって解散をするか、あるいは岸田首相が首相で居続けたいために、この自民党総裁選の前に解散をするというところですね。で、実は岸田首相は去年の今の同じ時期、去年の今というのはこの通常国会が終わるぐらいの時期ですね、の時期に解散しないんですかというふうにマスコミに聞かれてですね、状況によって判断していきますというふうなことを話しているということです。つまり岸田首相はずっと解散のタイミングについて考えてたんです。なかなか解散できずに来てしまったねっていうふうなことがよく言われてますが、いやいや、実はずっと考えてきたんですね。で、当然岸田首相は首相で居続けたいに決まっているので、じゃあこの解散のいよいよ次元っていうのが決まってます。この自民党総裁選ですね、9月までには解散しなければならない。ただちょうどいいタイミングがどこかということですね。おそらく6月なんではないかなということです。さあ、この6月になんで岸田首相が解散をしようと思っているかというと、先ほど言ったようにものすごい低い支持率なので、これはちょっと自民党が過半数確保して政権与党でいると厳しいでしょという見方もあるんですけれども、実はこの背景には与党の準備が全然整ってないということがあります。例えば、自民党、衆議院選挙っていうのは、小選挙区なんで、つまり、自民党に勝っていくためには自民党と同じ選挙区の候補を、野党で統一するとか政策をまとめるなどして、自民党でない人はこの人に投票してくださいと
いうふうな統一の候補を立てていくっていうことが、野党としては求められるんですけれども、なかなかその政策はまとまらないので、統一候補、つまり野党としてはみんなここの人を応援してますと、推してますということが立てられずにいますという状況があるので、もしここで選挙を行えば、それぞれ自民党あるいは野党はもうバラバラに戦うという形になるので、それぞれ小選挙区で自民党に負けてしまうという結果になって、岸田首相の支持率の低いし、自民党の支持率も低いんだけれども、結果自民党が過半数を確保してしまうんではないかと言われています。今そういうようなタイミングであるので、岸田首相としてはここで選挙に出てもいいんじゃないかと、勝てるんじゃないかというところで一か八かにかけるということを目論んでいるのではないかなということも予想できます。ただし今回はさすがに国民も怒ってますと。いくらなんでもこんな低い支持率であるということは国民は怒ってます。なので、結局なんだかんだ言って選挙に行かないんでしょっていうことで岸田首相は考えてるんですけども、ふざけるなと。絶対に選挙行ってやるよということで選挙行くと。その結果、自民党大敗で過半数割れということになりますと。その場合、連立政権といったような形になります。かつての村山政権のような連立政権になって、かつての村山政権どういうことかというと、自民党が大敗して連立を組むという政権になるので、そうすると、自民党大敗しているので国民の信用を得てないので、この連立組んで、例えば全体の中では自民党が第一党、つまり過半数は取ってないけれども、一番多い議席数を確保してますという状況で連立を組んだ場合って、その自民党は国民から信用を得てないので、自民党の総裁をそのまま首相に推すということができなかったりしますと。じゃあその場合どうなるかっていうと、その連立を一緒に組んだ政党の中で、国民の信用を少しでも得た、例えば議席を大きく伸ばしたとかですね、そういったような政党が、その代表が首相として推されるということがあります。この村山政権とかはそうでしたね。なので今回はもしかして議席を伸ばす可能性もありそうな国民民主党の党首、玉木代表が首相として推されるという可能性もあるんじゃないかと。自民党が大敗し連立政権を組むことで国民民主党の玉木代表が首相になるというふうなシナリオですね。はい、ピンときた方もいらっしゃると思います。国民民主党は1人10万円給付というのを政策にしている政党ですと。なるほどと。国民民主党の政策、柱の政策2つあります。国民1人当たり10万円給付、あるいは消費税減税というものを柱にしています。この昨年の11月に参議院にですね、消費税減税法案というものを提出しています。なので国民民主党としては1人10万円にのみならず、この消費税減税ということも柱の政策にしているという状況ですね。消費税減税っていうのは、実はこの給付金の動画出させていただくとたくさんコメントでいただいていることの多いですね、そういうふうな内容です。消費税減税ぜひやってくださいと。10万円給付もいいですけれども、それに加えて消費税減税もぜひやってほしいと思ってますというふうなご意見ですね、たくさんいただいてます。で、その消費税減税が望まれている理由というのをちょっと整理してみました。たくさん意見いただいているので、それを並べてですね、整理したところ、多いのがこの4つですね。1つ目は消費税の負担が大きいと。この例えば10万円っていうのは、例えばですね、一時的な給付であるとか、そういったようなものにとどまるのに対して、消費税っていうのは例えば100万円に対して 10% かかる。例えば100万円だったら10万円の税金を払うという形なので、その10万円の税金がずっと継続していくというふうなところがあるので、なかなかちょっと負担が大きいですよということがあります。で、今度は逆ですね。この経済的影響の持続ということがあります。これは今言ったように、その消費税っていうのは何か物を消費するときにずっとかかってくる、そういったような税金なので、その税金がなくなるということであれば、経済的に還元を受けるというものがどんどん持続しますよという話です。それから消費の刺激というものもあります。何か物を買うことについて税金がかかるというのは消費税なので、それがなくなるという言葉であれば消費が増えるといったようなことですね。それから税負担の公平性。これは例えば所得税であるとか、そういったものは所得が多い人はたくさん税金がかかって、所得が少ない人はあまりかからないといっ
ったような税金です。それに対して消費税っていうのは同じ金額のものを買うんであれば所得が多い人あるいは少ない人でも同じだけかかってきますというふうな形なので、税の負担の公平性がないんじゃないかなというふうな声もありますと。さあ、国民民主党に聞いてみましたと。何かというと、実際に玉木代表が首相になるっていうふうなストーリーも考えられると思うんですよねと。今お話したような内容ですね。自民党が選挙で大敗して過半数割れして玉木代表がもし首相になったら、この消費税減税とかあるいは10万円給付っていうのをちゃんとやりますかということで連絡して聞いてみましたと。もちろん玉木代表には聞けなかったんですけれども、国民民主党の本部の方のお話でした。選挙に向けて、衆議院選挙ですね。衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていくっていうことはあると思いますけれども、この柱の政策、10万円給付、あるいは消費税減税というものはブレる可能性は低いと思いますというお話でしたと。なるほどと。わかりましたと。その言葉を聞けただけで十分ですと。信じますよ、国民民主党と。国民民主党が躍進して、玉木代表がもし首相になったら10万円給付というところに向けて動くんですねということが分かりましたと。なるほど。さあ、最初にお話した6月解散、8月給付開始もということなんですけれども、この給付のスケジュールについてちょっと確認をしていきましたと。もしこのコロナ禍にあった特別定額給付金と同じようなスケジュールになるんであれば、どれぐらいで給付されるんだろうというところをちょっと検討してみましたと。もし6月解散になった場合は、7月の中旬に選挙が行われて、8月の中旬には、例えば、閣議が開催されていくといったような形になります。そうなると、どういうふうな給付のスケジュールになるかということですね。8月上旬に閣議が開催されて、中旬ですね、法案を提出して、その中旬で法案が成立するという形になれば、この8月の下旬から申請の開始といったようなシナリオも見えてくるといったような形です。さあ、特別定額給付金が実際に給付開始というふうになるためには、この国民民主党の玉木代表が首相になっていくというふうなストーリーが必要なんですけれども、ただそれについても可能性がないわけではないというシナリオが見えてきました。そして解散をするのはどうやら6月なんじゃないかなというところも見えてきました。そして6月解散になれば最短で8月の下旬に申請開始、給付開始ということもあるといったようなシナリオについてお話をさせていただきました。またこの給付金に関するいろんな動画出させていただくと、いろんなコメントをいただいてます。で、本当にたくさんのコメントをいただいて、先ほど言ったように消費税減税の方が、希望してるんだというふうなお声であったりとか、その10万円給付に対するいろんなご意見、たくさんいただいてます。で、こういった給付金に関する動画っていうのはたくさん再生していただいて見ていただいてるんですけども、おそらくこういった岸田首相とかあるいはその周辺の方とか、当然この国民民主党の方とか、いろんな政党の方、政権にいる方、政治に関係するような方とかもご覧になっていただいていると思います。なので、ぜひその賛成とか反対とかその一言だけでも結構ですので、コメント欄にぜひコメントを入れていただいて、そういった我々国民の声をですね、届けて、少しでもいいような政策をやっていただくとか、あるいはこういった10万円給付あるいは消費税減税というものを実現に近づけていきたいというふうに思ってますので、ぜひコメントを入れていただければと思います。それからこの給付金に関する情報が新しく出たらまた動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録しておいていただければ新しい給付金に関する動画を出させていただいたときにすぐにご覧になっていただけるようになります。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。